大型乗用自動車が時速 100km、大型貨物自動車が時速 90km です。ご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。2024年4月に高速自動車国道における大型貨物自動車などの法定最高速度が時速 80km から 90km に変わりましたので、改正法に基づいて更新しました。運転免許試験を受験される方などを対象に作成していますが、免許をお持ちの方もご視聴いただければ嬉しいです。チャンネル運営者のプロフィールはこちらです。それでは始めます。高速道路とは、都道府県を結ぶ幹線自動車道路として設けられた高速自動車国道と、都市内の幹線自動車道路として設けられた自動車専用道路を一般に高速道路と言います。そして、標識や表示で最高速度や最低速度が指定されていない高速自動車国道では、自動車の種類によって定められた最高速度を超えたり、最低速度に達しない速度で運転してはいけません。これを法定速度と言います。この法定速度は自動車の種類によって、最高速度が時速 100km と時速 80km、そして新たに法定速度の引き上げにより時速 90km に定められ、最低速度はすべての自動車が時速 50km に定められています。ただし、この最高速度は高速自動車国道の本線車道とこれに接する加速車線や減速車線、最低速度は本線車道に限ったもので、高速自動車国道でも途半車線などや自動車専用道路は一般道路と同じ法定速度に従って運転しなければなりません。また、高速自動車国道の本線車道を運転する場合でも、本線車道が道路の構造上往復の方向別に分離されていない区間は一般道路と同じ法定速度ですので、間違わないようにしましょう。それでは高速自動車国道における本線車道の法定速度である最高速度を自動車の種類ごとにご説明します。わかりやすい自動車から、大型自動二輪車と普通自動二輪車は時速 100km です。準中型自動車と普通自動車も三輪車と牽引車を除き時速 100km です。三輪の自動車、大型特殊自動車、牽引自動車は時速 80km です。少しややこしいのが大型自動車です。三輪車と牽引車を除き、大型乗用自動車が時速 100km、大型貨物自動車が時速 90km です。一番わかりにくいのが中型自動車です。三輪と牽引車を除き、中型乗用自動車は時速 100km ですが、中型貨物自動車は車の大きさによってさらに分かれています。車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、または乗車定員11人以上の三輪車と牽引車を除く中型貨物自動車、つまり特定中型貨物自動車は時速 90km です。それ以外の三輪車と牽引車を除く中型貨物自動車は時速 100km です。そして繰り返しになりますが、最低速度は自動車の種類に関係なく時速 50km です。このように高速自動車国道の本線車道では、自動車の種類によって定められた最高速度と最低速度があります。ここまでご説明した通り、大型貨物自動車や特定貨物自動車の最高速度は時速 90km ですが、普通貨物自動車、準中型自動車、特定中型を除く中型貨物自動車は時速 100km です。貨物自動車の最高速度が全て同じではないことにご注意ください。また、高速自動車国道の本線車道とは、通常高速走行する道路で走行車線や追い越し車線を言います。加速車線、減速車線、途半車線、路側帯、路肩は本線車道ではありません。なお、繰り返しになりますが、加速車線と減速車線は本線車道ではありませんが、最高速度については本線車道を通行する場合と同じ速度で運転できます。次は規制速度についてご説明します。高速道路に標識や表示で最高速度や最低速度が指定されているところでは、この標識などの指定速度が法定速度より優先されることになるので、その最高速度を超えたり最低速度に達しない速度で運転してはいけません。これを規制速度と言います。そして規制速度は高速自動車国道でも自動車専用道路でもこのルールは同じで、
その指定された速度を守って運転しなければなりません。また、規制速度は法定最高速度より遅い速度に指定されることが多いですが、中にはそれより速い速度に指定されることもあります。例えば、高速道路の一部区間で特定の自動車の最高速度が時速 120km などに指定されていたり、自動車専用道路や高速自動車国道の本線車道が道路の構造上、往復の方向別に分離されていない区間でも時速 70km や時速 80km に指定されていることもあります。次は高速道路を通行できない車をご説明します。高速自動車国道と自動車専用道路のどちらも通行できない車はミニカー、一般原動機付き自転車、総排気量 125cc 以下または定格出力 1.0kW 以下の普通自動二輪車です。これらの車はそもそも高速走行には向かない性能や安全面などの理由から通行制限の対象になっています。そして自動車専用道路は通行することができますが、高速自動車国道だけ通行することができない自動車が構造上時速 50km 以上の速度が出せない農工用作業車などの小型特殊自動車や故障車をロープなどで牽引しているため、法令上時速 50km 以上の速度で走ることができない自動車です。これは高速自動車国道には時速 50km に達しない速度で運転してはいけない最低速度のルールがあるからです。ミニカーとは総排気量 50cc 以下または定格出力 0.6kW 以下の原動機の普通自動車です。またミニカーや二輪車などの定格出力とは電動モーターを原動機とした自動車などの種類を分ける基準で安全に連続して性能を発揮できる出力のことです。短時間に発揮できる最大出力とは違います。次は高速道路を運転する場合の車間距離の取り方についてご説明します。高速道路では車間距離が少なかったための追突事故が多く発生しています。路面が乾燥していてタイヤが新しい場合でも、少なくとも走行している速度の数字をメートルに読み替えた距離を取る必要があります。例えば時速 100km では 100m 以上、時速 80km では 80m 以上の距離を取りましょう。これは普通乗用自動車の速度による停止距離の違いのグラフから停止距離の目安として、一般道路を走行しているときは速度の数字から15を引いた距離がおおむねの停止距離になりますが、高速道路を走行しているときは速度の数字より停止距離が長くなる傾向があるためです。次は本線車道での通行の仕方をご説明します。本線車道での通行は原則として車両通行帯のある一般道路の場合と同じです。2車線の場合は左側の通行帯を通行します。そして右側の通行帯は追い越しなどのために開けておきます。3車線以上の場合は一番右側の通行帯は追い越しなどのために開けておき、その他の通行帯を速度に応じて通行します。この場合、速度の遅い車が一番左側を、速度が速くなるにつれて順次右側よりの通行帯を通行します。走行中は左側の白い線を目安にして車両通行帯のやや左寄りを通行するようにしましょう。後方の車が追い越す場合に十分な間隔が取れて接触事故の防止に役立ちます。また高速道路の路側帯や路肩は故障などのためやむを得ず駐停車するために通行する場合などを除いて通行してはいけません。そして途半車線のある道路では荷物を積んだトラックやその他の自動車でも上り坂で適正な交通の流れに合わせて運転できないときは途半車線を利用しましょう。後方の交通渋滞やトラブル防止になります。なお途半車線は本線車道ではないので最低速度に達しない速度で通行できますが、追い越しをしたり駐停車をすることはできません。次は高速道路でやってはいけないことについてご説明します。高速道路の本線車道では展開したり後退したり中央分離帯を横切ったりしてはいけません。高速走行を前提とした道路なのでこのような危険な行為は禁止されています。そのためもし出口を間違えたり行き過ぎた場合でも急停止したり展開や後退すると追突事故や接触事故の原因となり大変危険です。とりあえず間違えた出口を出るか
次のインターチェンジまで行きましょう。また、緊急車両が本線車道に入ろうとしているときや、本線車道から出ようとしているときは、その通行を妨げてはいけません。そして、高速道路では、原則として駐車や停車をしてはいけません。この駐停車の禁止は、高速道路の本線車道だけではなく、加速車線、減速車線、途半車線、路側帯や路肩も全てを対象としています。しかし、次のような場合は、駐車や停車をすることができます。法令の規定や警察官の命令、危険防止のために一時停止をするとき、故障などのため十分な幅のある路側帯や路肩にやむを得ず駐停車するとき、パーキングエリアで駐停車するとき、料金の支払いなどのため停車するとき、これらの場合は駐車や停車をすることができます。次は故障などにより車が動かなくなった時の措置についてご説明します。高速道路で故障や燃料切れ、交通事故などによりやむを得ず駐停車する場合は、他の車の走行の妨害にならないように、十分な幅のある路肩や路側帯に車を駐停車させなければなりません。その場合、後続車の運転者に停止していることがわかるように、昼間は自動車の後方の路上に停止表示機材を置かなければなりません。しかし歩行が困難で停止表示機材を置くことができない場合は、停止表示灯を自動車の側方の後方から見やすい場所に置くこともできます。また、夜間は停止表示機材と合わせて非常点滅表示灯か駐車灯または微灯をつけなければなりません。昼間でも濃霧などで視界が200メートル以下の場合も同じです。そして、このように車の故障などで高速道路上で運転することができなくなって駐停車しているときは、後続車が衝突する恐れが大きく、大変危険です。必要な危険防止措置などを取った後は、車に残らず、ガードレールの外側などの安全な場所に避難します。最後に、高速走行などをする場合に、特に注意しなければならない危険現象をご説明します。その現象とは、スタンディングウェーブ現象、ハイドロプレーニング現象、ベーパーロック現象、フェード現象です。スタンディングウェーブ現象とは、タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろに波の形が現れることを言います。この波の形が現れると、タイヤが加熱してやがてタイヤのゴムが剥がれて破裂する危険があります。高速走行をするときは、この現象を防ぐため、タイヤの空気圧をやや高めにします。ハイドロプレーニング現象とは、水で覆われた路面を高速で走行するとタイヤと路面の間に水の膜ができ、水の上を滑走する現象です。この現象が発生するとハンドルやブレーキが全く効かなくなり大変危険です。この現象はすり減ったタイヤで高速走行するときに発生しやすくなるので、すり減ったタイヤを早めに交換したり、雨の日に高速道路を走行するときは速度を控えましょう。フェード現象とベーパーロック現象は、どちらも制動装置に不具合が発生する現象です。フェード現象とは、下り坂などでフットブレーキや前後輪ブレーキを使いすぎると、ブレーキパッドやディスクが過熱して摩擦力が急激に減少し、ブレーキの効きが悪くなる現象です。ベーパーロック現象も同じように、下り坂などでフットブレーキや前後輪ブレーキを使いすぎると、ブレーキパッドやディスクなどの過熱からブレーキ液内に気泡が発生する現象です。この現象が発生すると、ブレーキ操作の圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなることがあります。このようなブレーキのトラブルを防ぐために、エンジンブレーキを活用し、必要に応じてフットブレーキや前後輪ブレーキを使うようにします。最後に、重要な項目のまとめです。高速道路を通行できない車は、ミニカー、総排気量 125cc 以下の普通自動二輪車、一般原動機付き自転車です。高速自動車国道だけが通行できない車は、小型特殊自動車、故障車をロープなどで牽引している自動車です。高速道路を通行する速度は、標識などで指定されているところでは、その速度に従います。標識などで指定されていないところでは、自動車専用道路は一般道路と同じです。高速自動車国道の本線車道は、自動車の種類によって最高速度が時速 100km と時速 90km と
時速 80km に、最低速度は時速 50km に定められています。そして最高速度が時速 100km の自動車は、三輪と牽引を除く大型乗用自動車、中型乗用自動車、特定中型貨物自動車を除く中型貨物自動車、準中型自動車、普通自動車と大型自動二輪車と普通自動二輪車です。最高速度が時速 90km の自動車は、三輪と牽引を除く大型貨物自動車と特定中型貨物自動車です。最高速度が時速 80km の自動車は、三輪の自動車、大型特殊自動車、牽引自動車です。高速道路では駐車や停車をしてはいけません。しかし、次のような場合は、駐車や停車をすることができます。危険防止のため一時停止するとき、故障などのため十分な幅のある路肩や路側帯にやむを得ず駐停車するとき、パーキングエリアで駐停車するとき、料金の支払いなどのため停車するときです。高速道路で故障などのためやむを得ず駐停車する場合は、他の車の走行の妨害にならないように、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車させなければなりません。その場合、昼間は自動車の後方の路上に停止表示機材を置きます。夜間は停止表示機材と合わせて、非常点滅表示灯、駐車灯または微灯をつけなければなりません。また、必要な危険防止措置を取った後は、車に残らず、ガードレールの外側などの安全な場所に避難しましょう。これで今回の動画は終わりです。最後までご視聴していただきありがとうございました。このチャンネルでは、法改正に合わせて動画の更新や役立つ情報の発信をしていきますので、免許取得後もご視聴していただければ嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。